C1 チップっていうのはかなり、電波の感度に関してはようやく iPhone16 が 5G にめっちゃ速い。どうもこんにちは、まみよしです。前回の動画で iPhone16E の徹底比較レビュー動画出したんですけども、その中で検証できなかった電波の強度、そして通信速度比較、これを今回詳しく検証してみたので、実際にどっちが通信速度速いのか、iPhone16E だと圏外になっちゃうのか、その辺気になる人はぜひ最後まで動画見てみてください。ということで早速やっていきましょう。ということで今回は外で 5G の速度を測っていきます。iPhone16 と iPhone16E 両方とも 5G にはつながってて、サーバーも全く一緒で比較していきます。じゃあまずは iPhone16 から。早いね。ダウンロード480でアップロード92、結構早いです。それに対して iPhone16E の C1 チップどうなるのかチェック。結構違うかなこれ。両方とも 5G で電波マックスです。アップロードは C1 チップの方が早いかも。1回目はこんな感じ。ダウンロードは480と319。アップロードは 92.9 と108。2回目いきます。やっぱ iPhone16 の方が早いかな。552、めっちゃ早い。アップロードもやっぱさっきのはたまたまかな。アップロード114。じゃあ iPhone16 いきます。で、ピンに関しては5違うぐらいか。5G の速度はちょっと違うかな。16E はでもさっきより速くなってる。両方とも電波マックス370。で、アップロードもさっきあれだな、たまたま16遅かっただけかも。で言うて10メガぐらいの差なんでそんなに差はないかな。ダウンロードはだいたい200ぐらい違って、アップロードはほぼ一緒っていう感じになりました。3回目。ダウンロードなんと613。めっちゃ速い。これちなみに両方とも楽天回線です。アップロード103。じゃあ次 16E。やっぱ500ぐらいはいかないな、16E。ただここまでの速度が必要かって言われるとそんなことはないので、で、アップロードに関してはほぼほぼ一緒だな。結果はこんな感じ。ダウンロードに関しては iPhone16 の方が倍ぐらい速い。アップロードに関してはほぼほぼ一緒という結果になりました。そしたら続いて 5G 切って 4G でチェックしていきます。4G にしてみると両方とも LTE20MHz で、基本的には一緒ですね。バンドは3になっています。じゃあこれで3回また回していきます。16はダウンロード 77.6、アップロード 55.3。それに対して iPhone16E 4G でいきます。両方とも電波4つ。回線はかなり良くなってます。ここ。でもダウンロードはやっぱあんま変わんないのかな。ピンに関してもそんなに変わんなそう。ちょっと早いかな、こっちの方が。ダウンロードはちょっと早い。でも誤差程度かな、これは。アップロードも大体一緒かな。ダウンロード 81.9、アップロード 52.5。ピンに関しては25と20です。ちょっと2回目いきましょう。これあんまり変わんないような感じもしますね。ダウンロード88、88.1 と 52.4。ピンは23。16いきます。ピンは一緒ぐらいか。たまたまだな。ダウンロードはちょっと早い。ダウンロード 84.6、アップロード 53.2。両方とも4メガぐらいしか変わんないか。4G は一緒かもね。続いて3回目。67.0、53.1。16E 最後で、両方とも電波4本のままだね。16E の方がちょっと早い時もあるし、16の方が早い時もあるし、 4G に関してはほぼほぼ一緒っていう感じかな。 5G は全然違う。ダウンロード 70.2、アップロード 51.6。大体一緒ぐらいですね。そしたら電波の入りどのくらい違うのか、ちょっとその辺歩き回ってチェックしていきます。そしたら実際に電波検証の方をしていきましょう。電波検証に関しては2項目でチェックしていくんですけども、まずは RSRP。こちらに関しては電波の受信強度を表しています。0に近いほど強度が高くて、マイナスが増えていくと電波が弱いっていう感じになります。そして RSRQ に関しては電波の品質になります。こちらも0に近ければ近いほど電波の品質が良くて、マイナスが多いほど電波の品質が悪い状態になります。目安に関してはマイナス10以上で良好、マイナス15以下で品質が悪いっていう感じになります。じゃあ見ていきましょう。ちなみにこれはララポートの1階でラーメン食べてる時の電波になります。これを比べると電波の受信強度に関しては16の方がマイナス85デシベルなので強いですね。 RSRQ マイナス11デシベルということで16よりも電波の品質も高くなっています。今早送りで見てもらってるんですけども、やっぱり全体的にRSRQ に関しては2倍ぐらいの数値になっているので、電波の品質は16の方がかなりいい感じになってますね。今は5ぐらいの差か。で、RSRP は4ぐらいか。そこまで変わんないのかな、4だと。ただ、クオリティが結構変わってる感じはありますね。そしたら、外に出てる状態で移動しながらチェック。ということで、ラーメン食べ終わって、今、外を歩いてます。これで右の方を見てもらいたいんですけども、最初に 5G を拾ったのは iPhone16E になります。N77 のバンド。強度はマイナス123ということで、結構弱めではありますね。ただ、左の iPhone16 も 5G っていう表記はあるんですけども、この 5G の通信にはなってないのかな。こんな感じの違いですね。で、LTE に関しては84ということで、両方とも一緒ですね。クオリティは iPhone16 の方が高い感じかな。で、このまま待っていくと、
はい、このタイミングで iPhone16 も 5G を拾うようになりました。で、5G バンドは出てないですね。で、RSRP を見ると iPhone16 の方が若干強いですね、電波は。クオリティも16の方が高い感じ。バンドもね、これ多分表記はないんですけど、多分 N77 につながってると思います。今早送りで見てもらってるんですけども、やっぱり iPhone16 の方が -96 で iPhone16E は106なので、受信感度っていうのは iPhone16 の方がちょっと高い感じはあるかな。クオリティも16の方が高い感じになってます。で、ここから自転車で移動するんですけども、iPhone16 の 5G がここで切れました。iPhone16E に関してはまだ 5G つながったままですね。なので、粘りっていうのはもしかしたらiPhone16E の方が高いのかも。ただ、電波強度に関しては -120 ということでかなり弱くなってますね。ちなみに 4G に関しては今はだいたい一緒。クオリティは16の方がちょっと高い感じ。この辺は早送りで流しておくので、一時停止とかで比較してみても面白いかも。で、ここでようやく iPhone16 が 5G にまた戻ります。結構、つかみはもしかしたら iPhone16E の方がいい可能性もありますね。ただ強度と品質に関しては iPhone16 の方が高い感じになってると思います。で、ちょっと止まって同時にスピードテストやってみました。ピンが速いのは iPhone16。速度に関してはほぼほぼ変わんないですね。なので速度的にはどっちでもいいのかなっていう感じ。で、ここから室内に入っていくんですけども、右側の iPhone16E、5G NSA ってなってて、LTE になったり、5G に戻ったり、ちょっと不安定な感じはあります。iPhone16 は 5G NSA になってるんですけども、一番上のアンテナピクトは 4G になってますね。で、これがエレベーターの中なんですけども、両方とも 4G で電波は1本。電波の強さに関しては iPhone16 が124、iPhone16E が129。もしかしたら 16E の方が掴んでる。でもちょっとあれだね。動きがあるので、どうだろう。でも両方ともかなり電波は弱いですね。で、ここで 16E のアンテナピクトを見てほしいんですけども、ここで1回 4G がなくなります。で、バンドに関しても 15MHz になりました。RSRP は132。ここで 4G 復活。ちょっとね、この辺、どうなんだろう。電波2本だったけど。ちょっとわかんないね。続いては40回の高層階で検証。4G に関しては両方ともバンド18になっていて、電波の拾いは 16E の方がいいかな。で、そのままスピードテスト回してみた結果がこちら。ダウンロードは16の方、誤差だな。アップロードは16の方がちょっと早いけど、誤差程度かなっていう感じはあります。で、そのまま今2回目回してみてるんですけども、ここでなんと iPhone16 が 5G を掴んで約90メガということでめちゃめちゃ速くなりました。電波は1本ですね。この状態で iPhone16E は 5G 掴んでません。なので、掴みに関してはやっぱり iPhone16 の方がちょっといいのかなっていう感じはありますね。で、3回目 iPhone16E で測っても 5G には繋がらず約3メガ。遅い。で、iPhone16 はまだ 5G に繋がっていて、だいたい90メガぐらいは出ます。いや、ここ結構違ってきたね。なので、高層階とかは iPhone16 の方が有利かもしれません。で、ここで4回目同時に回してみようということで、同時に回したら両方とも 4G になっちゃって、速度はだいたい一緒っていう感じになりました。なので本当に 5G はギリギリで拾ってたっていう感じだと思います。両方とも約3メガですね。アップロードはやっぱり iPhone16 の方が早い。で、ラスト回してみようとしたら、なんと iPhone16E が 4G つかまなくなって圏外になりました。エラー。で、これアンテナピクトを見ると圏外になっていて、しかもこの後面白いのが999001ということで謎の電波をつかみ始めました。この状態で通信できないので、ちょっと謎ですね。という感じの結果になりました。通信できません。ということで電波徹底検証してみたんですけども、いかがでしたでしょうか。結論としては 5G に関しては圧倒的に iPhone16 の方が早い。で、4G に関してはどっこいどっこいかなっていう感じはありますね。電波の感度に関しては iPhone16 の方が最後の方は良かったんですけども、エレベーターとかだと iPhone16E の方がちょっと粘ってたりしたので、総合的には iPhone16 の方がやっぱいいかなっていう感じ。ただiPhone16E に関してもめちゃめちゃダメとかそういったことはなくて、1世代にしてはかなり検討してると思います。で、あとはね、NSA 能とかのことも考慮すると、やっぱり iPhone16E の C1 チップっていうのはかなりいいチップになってると思います。今後 C2 チップとか、そんな感じでアップグレードされて、5G の速度が改善されたり、そういった感じになってくると思うので、そういったことを考えると、今後の iPhone の進化も楽しみだし、今回の iPhone16E に関しても結構買いな端末になってると思います。それこそ速度をそんなに気にしないっていう方であれば、2つの違いっていうのはほぼほぼわかんないと思います。で、あとはバンド11とバンド21、これの電波がどうなのかっていうのが1個懸念点では
があるんですけど、これはね、ドコモ、ソフトバンク、au 回線持ってないので、ちょっと検証できないです。今回別の iPhone から iPhone 16E に変えたよっていう人いましたら、よかったら電波どうなったのか、良くなったか悪くなったか、圏外になることがあるのかとか、そういったものも教えてもらえたら嬉しいです。ということで、検証めちゃめちゃ大変だったので、ぜひグッドボタン、そして他にも役に立つ情報を上げてますので、チャンネル登録お願いします。以上、バイバイ。